不動産屋さんの階段へようこそ。今回のお話は現在東京にお住まいの40代男性の方からいただいたお話です。その方を仮名ですがゆうきさんとしておきます。今からちょうど20年前、当時ゆうきさんは山口県で焼肉店の店長をしていたそうです。ゆうきさんも若い店長さんでしたが、お店のアルバイト店員はほとんど若い学生たちでした。さて、その夏のお盆の頃だったそうです。ゆうき店長はお店のアルバイト店員たちを連れて、閉店後に山口県でも有名な心霊スポットのサバ川ダムに肝試しに行きました。サバ川ダムのお話は過去に2話ほど紹介しているので覚えている方もいると思いますが、山口県最強心霊スポットの一つです。そこで有機店長たちは総勢6人で2台の車に分かれて目的地に向かいました。有機店長は肝試しにみんなと行くのは久しぶりですが、ちょっとだけ良い意味で気になることがありました。そのアルバイト店員の中にフリーターの吉田くんという男子がいたのですが、アルバイト学生の女の子 A 子さんに密かな恋心を抱いていました。有機店長は今回吉田くんと A 子さんは同じ車で心霊スポットに向かっていたので、どうなるかちょっとだけ関心がありました。さて、サバ川ダムの駐車場に到着すると、駐車場には他の車はなく、どうやら先客はいないようでした。外は真夏なのにひんやりとやけに涼しかったそうです。相変わらず薄暗く、少しの明かりを頼りにダムの上の道路を奥にあるトンネルに向かってみんなで進んでいきました。すると有機店長の前を歩く A 子さんが別のアルバイト学生の男子と手をつないで歩いていました。店長はこの2人付き合ってたのかと分かり、フリーターの吉田くんがこの2人を見たらがっかりするだろうなと思ったそうです。店長がそう思っていると、フリーターの吉田くんも A 子さんとその男子学生の親密な様子を見てしまいました。すると吉田くんはとてもショックだったようで、急に奥のトンネルに向かって猛ダッシュで走り出したそうです。いきなり一人だけ走り出したので、有機店長も他のアルバイトたちも驚いて、何があったのかと思い、おいどうしたんだよ、待てよと声をかけながら吉田くんを追いかけていきました。前を走る吉田くんはあっという間に道路の先の真っ暗なトンネルの中に入ってしまい、スーッと吸い込まれるように見えなくなりました。そこで急いで有機店長たちもその暗いトンネルの中に駆け込みました。もうみんな肝試しどころではなくなり、吉田くんを追いかける羽目になってしまったそうです。ところがトンネルの中にはすでに吉田くんはいなかったので、どうやらトンネルを抜けてしまったようでした。仕方なく店長たちもそのままトンネルの先に向かって走り抜けるしかありませんでした。そしてトンネルをちょうど抜け切ったところで遊歩道に差し掛かったそうです。するとその遊歩道の先に人がポツンと一人で立っているのが見えました。月明かりに照らされたその姿は男性に見えたので、有機店長は吉田くんだと思いほっとしました。そこでおい吉田くんと声をかけたそうです。ところがその男性は全く無反応でじーっと立ったままでした。店長があれなんか変だなと妙に思ったのですが、それと同時にその男性の後ろから真横を通って吉田くんがこちらに向かって走ってきたのです。有機店長は少し驚いて、男性は吉田くんじゃなかったのか、何者なんだとふと思い、
戻ってくる吉田君をよそにその男性をよく見たそうです。するとその人は白いワイシャツを着た小太りの中年男性で、どこにでもいるような中年太りのサラリーマンという感じの人でした。でもその男性は動かず、ただそこにじっと立っているだけで何か違和感がありました。こんな深夜の時間帯に肝試しの若者でもなく、普通の仕事帰りの会社員のような人がどうして心霊スポットのトンネルの先に一人でポツンと何もしないでいるのだろうと結城店長は不可解でした。そして戻ってきた吉田君のことより、そのただ立っている男性が結城店長は気になり、またさすがに他のみんなも気味悪く思ったようでした。そしてみんな直感的にすぐこの場を離れた方がいいと思ったのか、早く戻ろうと誰ともなく言い出しました。そこで肝試しもすっかりしらけてしまった今、結城店長はここに長居はしない方がいいと感じ、全員で急いで駐車場に戻ることにしたそうです。すると駐車場に着くと、来た時と同じように自分たちの車2台だけが止まっていました。結城店長はそれを見て、あれ、車でしか来る手段がない場所なのに、あの遊歩道で見た中年男性はどうやってここまで来たのだろうと不思議に思いました。妙に思いながらも結城店長もみんなもすぐ車に乗り込み、結城店長が乗った車が先に走り出しました。そして後ろを2台目の車が追従していたそうです。さてその後ろの車ですが、帰りは B 子さんというフリーターの女性が運転して、あの吉田君も乗っていました。しばらくして2台の車は山道に入っていったそうです。店長は時々後ろの B 子さんたちの車をバックミラーで確認していたのですが、突然追従していたはずの車が見えなくなったのです。あれ、どこ行った？見失ったのかなと不自然に思いましたが、ここからはみんなもう直接家に帰るだけだからと思い、店長たちはそのまま山を越えて帰宅したということでした。そして数日後、結城店長は B 子さんたちの車を突然見失ったことがやっぱり気になっていたので、その車に乗っていた吉田君に帰りの山道で何かあったのかと聞いてみたそうです。すると吉田君は真剣な顔で意外な話をしてくれました。あの夜佐波川ダムを出発し、しばらく吉田君たちの車は結城店長たちの車の後ろを何事もなく走っていたそうです。運転席にフリーターの B 子さん、助手席に C 子さん、そして後部座席に吉田君が座っていました。山道の曲がりくねった道を走りながら B 子さんと C 子さんがたわいもない話で盛り上がっていました。最初吉田君は失恋でがっくりしていたので、おとなしく2人の会話を聞いていましたが、少しずつ会話に加わって結局3人で仲良く談笑をしていたそうです。するとちょうど山道のカーブに差し掛かった時でした。楽しそうに談笑していた運転席の B 子さんが突然体をスーッと横に傾けました。他の2人があれどうしたのと思うや否や、運転していた B 子さんはハンドルから手を外し、そのまま意識を失っていきました。驚いた助手席の C 子さんがとっさに危ないと大声で叫ぶと、その声に意識を取り戻した B 子さんがすぐに反射的に急ブレーキをかけたそうです。車はキーッという音と煙を上げて急停止しました。しばらく3人は騒然となったそうです。そしてすぐに目の前を見て驚愕しました。その車の止まったところはそこだけガードレールがない崖っぷちの手前でした。
よく見るとガードレールがないのではなく、車1台分のサイズだけガードレールが壊れていたのです。街灯もない真っ暗な山道で、そこだけがガードレールが途切れて、ぽっかり穴が開いたようになっていました。目の前は険しい崖下で、深く底が見えないまるで魔界の入り口のようだったそうです。いや、魔界ではなくあの世の門だったかもしれません。吉田君曰く、もし助手席の C 子さんが危ないと叫んで B 子さんの意識が戻らなければ、車ごと崖から真っ逆さまに落ちていっただろうということでした。この話を聞いて結城店長は、彼らの車を見失ったのはそういうわけだったのかと納得したそうです。でもなぜ急に B 子さんがガードレールの途切れた崖の手前で意識を失ったのか、とても不可解でした。まるで心霊スポットから何か良くないものが吉田君たちについてきて、あと一歩であの世に連れて行かれるところだったかのようでした。結城店長は佐波川ダムに到着してから、いつどこで彼らのうちの誰がその何か良くないものを引き寄せてしまったのだろうと考えました。その時、あのトンネルの中の遊歩道で見た中年男性のことを思い出しました。深夜の心霊スポットにたった一人で何もせずに不自然に立っていた中年男性は、本当に生きている人だったのかと思うくらい違和感がありました。ただその中年男性とは吉田君だけが一瞬でしたがすれ違っていたのです。その人の気持ちが落ち込んでいると、霊に近づいた瞬間についてこられると聞いたことがありますが、佐波川ダムはやはり何かが起きる心霊スポットなことは間違いなさそうです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。